毎朝6時15分。市内の路線バス、そこに2人の男女がいます。言葉を交わしたことは一度もありません。名前も年齢もお互いに知りません。ただ窓ガラスに映る疲れた横顔だけが2人の唯一の接点でした。男はすべてを失った人、女は裏切られた人。冷たい朝の空気の中、バスの規則的な揺れだけが2人を包んでいました。あなたにはありませんか？見知らぬ誰かの存在に救われた瞬間が。なぜこの2人は無言のまま結ばれたのでしょうか。佐藤健一、62歳。彼はかつて大手企業の部長でした。実直に真面目に会社のために捧げた日々。しかし信頼していた40代の部下の裏切り、すべての責任を負わされることになりました。突然の解雇、そして破産、白髪の混じった短い髪、深く刻まれた眉間のシワ、すっかり痩せてしまった体。今では深夜のビル清掃が彼の唯一の生きる糧です。重い足取りで乗り込む始発バス。窓に映る自分の姿はひどく惨めで目を背けたくなります。同じバスの斜め後ろ、高橋恵子、58歳。彼女もまた暗闇の中にいました。亡き夫が残した小さな町工場、必死に守ってきました。しかし経営権を狙う40代の老いの策略、容赦ない言葉の暴力。おばさんには無理だ、早く引退しろ。巧妙に仕組まれた罠で会社を騙し取られました。上品に結った黒髪、丁寧に着こなしたベージュのコート。しかしその指先は悔しさで震えています。理不尽な現実の重さに心が押しつぶされそうでした。外は冷たい秋の雨。恵子の目から静かに涙がこぼれました。声を出すこともできず、ただじっと耐える姿。窓ガラスの反射を通じて健一の目にそれが映りました。彼はハッとしました。自分と同じ深い絶望の匂い、他人の痛みに関わる余裕など今の自分にはありません。でもあまりにも痛々しいその横顔、健一は小さく深くため息をつきました。そのかすかな音が静かな車内に響きました。恵子はその音にふと顔を上げました。窓ガラスの向こう、健一の濁りのない目が自分を見ていました。そこには同情ではなく、私も同じだという深い理解がありました。二人は目をそらさず、ガラス越しにじっと見つめ合いました。言葉はありません。しかし張り詰めていた恵子の肩の力がすっと抜けていきました。一人ではないというかすかなぬくもり。二人の乗ったバスは終点へと進んでいきます。この無言の絆が彼らをどう変えていくのか。日常の小さな奇跡が静かに始まろうとしていました。夜の静寂が広がるオフィス。かつて自分が輝いていた場所。佐藤健一はモップを握り床を見つめています。白髪の混じった短い髪に深く刻まれた眉間のシワ、すっかり痩せてしまった体。それが今の彼の姿です。汗が床にひとしずく落ち、かつての記憶がよみがえります。大きなデスク、部下の笑顔、すべては過去の幻でした。
深夜のビルの冷たい床が現実を突きつけてきます。かつて誇り高く生きた男がなぜ今ここにいるのか。冷たい夜風が通り抜けます。健一は思い返します。40代の若きエースだった部下、家族のように目をかけ引き立ててきたはずでした。しかし会社に発覚した巨額の不正融資トラブル、すべての書類の捺印は健一の知らぬ間に巧妙に偽造されていました。信じていた部下の冷たい目、すべて部長の指示でした。その一言が胸に突き刺さる。責任を取る形で解雇され、全財産を失いました。言い訳はしませんでした。それが彼の美学だからです。泥をかぶったまま社会の底辺へと落ちていく。その過程は静かで無慈悲でした。一方、同じバスの座席、高橋恵子は苦しんでいました。亡き夫が守り抜いた大切な小さな町工場、油の匂いと機械の音、それが彼女の生きた証でした。上品に結った黒髪、ベージュのコートを着て凛とした姿勢を保つ。しかしその胸の内は深く傷ついていました。おばさん、もう無理ですよ。優しかったはずの甥の突然の表変でした。会社の経営陣を抱き込み、彼女を孤立させました。気がついた時には全てを奪われていたのです。甥は笑っていました。法律の網の目を潜り、叔母を追い出す算段、身の家族だからこそ、その裏切りは深く、心を切り裂きました。時代遅れの工場は潰す。その一言が響きます。夫との思い出の場所が壊されていく恐怖。相談できる相手も今の彼女にはいません。孤独という名の病が彼女の体を蝕みます。多額の借金だけが彼女の手元に残されました。もう疲れました。窓ガラスに向かって小さくつぶやく声がありました。それぞれの絶望を乗せバスは走ります。毎朝6時15分、その時間だけが彼らの世界の中心でした。お互いの過去など知る由もありません。しかし窓に映る互いの沈黙の重さに何かがシンクロしていました。これ以上の苦しみに耐えられるでしょうか。限界を迎えた2人の魂が静かに交差する瞬間、明日の朝もまたこの席で会うのだろうか。小さな疑問を残したままバスは終点へ向かいます。無言の命綱がつなぐ2人の運命の行く末はどこへ向かうのでしょうか。その日は激しい雨でした。冷気があふれる車内、いつもの6時15分、佐藤健一は席に座り、窓の外を見つめていました。白髪の混じった短い髪、深く刻まれた眉間のしわ、その目に異変が映ります。斜め後ろの座席、高橋恵子の小さな肩がかすかに震えていました。上品に結った黒髪が小さく揺れています。彼女は声を出さずにじっと泣いていたのです。張り詰めていた何かが切れてしまったようでした。健一は気づきました。自分と同じ深い絶望の匂い、ベージュのコートを着た彼女の震える指先、そこに重なるのはかつて全てを失った自分自身の姿でした。裏切りの冷たさ、孤独の恐ろしさ、知らないうちに影響し合っていたのかもしれません。他人の痛みに
関わる余裕など今の自分にはありません。それでもあまりにも痛々しいその横顔から目を離せませんでした。健一はそっと深くため息をつきました。静まり返った車内、あまねに混じるかすかなその音、私も同じですよ。言葉の代わりに伝えたため息でした。その音を聞いて恵子ははっとしました。ゆっくりと顔を上げました。窓ガラスの向こう、健一の濁りのない目が自分を見ていました。二人の視線が窓の中で重なります。そこには哀れみではなく深い理解がありました。言葉がなくても伝わってくるもの。あなたは悪くない。生きていていい。その無言のメッセージが恵子の胸に染み渡ります。身の家族である甥に全てを否定された日々、その傷口を見知らぬ男の眼差しが優しくくるみ込んでいました。張り詰めていた恵子の肩の力がすっと抜けていきました。一人ではないという確かなぬくもり、バスの規則的な揺れが今度は子守歌のように二人をくるみ込みます。雨はまだ降り続いています。しかし二人の心には小さな怒りが降りていました。ただそこにいるだけで誰かの命綱になれる。言葉のないこの場所が彼らの静かな安息所でした。この絆の先にどのような現実が待ち受けているのでしょうか。バスは終点へと向かいます。雨の上がるある朝のこと。いつもの6時15分、バスを降りたその場所に見覚えのある影がありました。高橋恵子は足を止めました。上品に結った黒髪が不安に揺れています。そこに立っていたのはあの40代の甥でした。冷ややかな笑みを浮かべ彼女を待ち伏せていたのです。まだ諦めていないのですか。その声が静寂を破る。手には一枚の書類。それは残された権利すら奪い取るためのものでした。甥いの言葉は容赦ありません。サインをすれば楽になります。丁寧な口調の裏にある底知れない冷酷さ。断る恵子の細い手首を甥いは強くつかみました。もうあなたの城はないのです。亡き夫との思い出を踏みにじるような行為。誰も助けてくれない。恵子は目を閉じました。知らないうちにここまで追い詰められていた。震えるベージュのコート。彼女の心は今にも壊れてしまいそうでした。その時でした。一歩近づく足音。佐藤健一が2人の間に立ちました。白髪の混じった短い髪、薄汚れた作業着の男。しかしその佇まいには圧倒的な威厳がありました。元重役としての誇り、不条理に対する怒り。手を離しなさい。静かですが重く響く声でした。健一は甥いの手を強く握り返しました。甥いは男を睨み返しました。部外者は引っ込んでいろ。しかし健一の目は微動だにしません。数々の修羅場を潜った本物の男の眼差し。そこにある圧倒的な迫力に甥いの顔がこわばります。不正を見逃さない強い意志の光。警察を呼びますよ。言葉はそれだけでした。しかしその重みに耐えかね、甥いはゆっくりと手を離しました。
書類を抱えたまま足早に去っていきました。残された2人の空間。恵子は深く頭を下げました。言葉になりません。ただ涙がこぼれました。健一は何も言わず、ただ黙ってうなずきました。再びバスがやってきます。2人は何もなかったようにそれぞれの席に座りました。でも窓に映る2人の影は以前よりもずっと強く結ばれていました。他人のために動いたその事実が健一の心にも小さな光を灯していました。2人の無言の戦いはどのような結末を迎えるのか。日常のバスは走り続けます。次章、ついに訪れるそれぞれの再生の軌跡を見届けてください。数ヶ月の月日が静かに流れていきました。あの不穏な朝の事件の後、高橋恵子は戦いました。奪われた町工場を取り戻す、そのための長い法廷の戦い、老いの巧妙な裏切りが一つずつ明らかになりました。上品に結った黒髪を整え、彼女は何度も前を向きました。そして静かな判決の日、正義は証明されたのです。失いかけた夫との白が彼女の手元に戻ってきました。知らないうちに多くの人に支えられていた彼女は深く深く感謝の祈りを捧げました。佐藤健一もまた新たな道を歩んでいました。あの朝、他人のために一歩を踏み出した瞬間、彼の凍りついていた心が静かに溶け始めたのです。かつての仕事仲間から小さな会社での顧問の打診、清掃の仕事で培った誠実な姿勢が認められました。白髪の混じった短い髪、深く刻まれた眉間のシワ、それは苦難を乗り越えた本物の男の証でした。薄汚れた作業着を脱ぎ、再び袖を通したスーツ、窓に映る自分の姿に彼はもう目を背けません。いつもの6時15分、あの市内の路線バス、そこには2人の男女の姿はありませんでした。かつて2人が座っていた窓際のあの特等席、今はただ冷たい朝光が誰もいない座席を照らします。お互いに名前も告げず、連絡先も知りません。寂しさがないといえば嘘になるのかもしれません。しかし窓ガラスにはかつての彼らの幻が温かく残っているようでした。言葉を交わさずとも分かち合った時間がありました。2人の人生は今別々の場所で輝いています。もうあのバスで会うことはないでしょう。しかし彼らの心には決して消えない怒りがあります。見知らぬ誰かが自分を見ていてくれた。ただそこにいるだけで救われる命があった。その気づきが彼らに生きる力を与え続けます。人は一人に見えて決して一人ではありません。知らないうちに誰かの命綱になっている、そんな優しさが世界には満ちているのかもしれません。今深い孤独の中で涙を流しているあなたへ、あなたの辛い息遣いもきっと誰かに届いています。あなたは決して一人ではありません。明日の朝、隣に座る人があなたの命綱かもしれません。この静かな奇跡の物語があなたの心の安らぎになりますように心から願います。
もしあなたの朝のルーティンや心温まる経験があれば、コメント欄で教えてください。あなたの言葉がまた誰かの救いになるかもしれません。チャンネル登録と高評価も静かにお待ちしています。暖かい明日があなたに訪れますように。